ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルでは東南アジアを中心に世界の鉄道を紹介しているぜ。東南アジアの鉄道といえば、日本の中古車両が多数活躍しているんだよね。そうだな。ただし、インドネシアでは205系以外の車両は徐々に引退しており、マレーシアでは元名鉄キハ8500が長い間運用離脱。フィリピンでは203系が活躍していた路線そのものが消滅するなど、日本からの譲渡車両が減りつつある国もある。そんな中、相次いで日本からの譲渡車両を導入し、にわかに注目が集まっている国がある。それが、タイだ。タイでは2020年、元 JR 北海道のキハ183系が観光列車として運行開始。また、元 JR 東日本のキハ40がタイに輸送され、運行の準備が進んでいる。さらに、2009年に譲渡された元ブルートレインの14系24系がつい最近定期運用に復帰。ブルトレ客車を改造した豪華列車の運行も始まったぜ。日本からの譲渡車両に関する嬉しいニュースが相次いでいるね。タイでは譲渡車両以外にも昔ながらの飛空調客車列車や日本製機動車、旅情たっぷりの寝台列車など、魅力ある列車が多数運行されている。今回はタイの鉄道の路線、車両、乗り方を解説するぜ。本編スタート。タイは東南アジアのインドシナ半島に位置している。面積は日本の約 1.4 倍で、人口は6600万人だ。タイは旅行先としてメジャーだし、料理やマッサージなどの文化も日本人にとって馴染み深い国だよね。タイの国土は大きく分けて4つの地方からなる。バンコクを中心とする中部、チャオプラヤ川上流の北部、メコン川流域に広がる高原地帯の東北部、マレーシアにつながる細長い半島の南部だ。タイは東南アジアの中では鉄道が発達している国であり、首都バンコクからそれぞれの地方に向けて路線が伸びている。そんなタイの鉄道を運営しているのが、タイ国鉄だ。ここからはタイ国鉄の路線を詳しく見ていくぜ。行ってみよう。タイ国鉄の総延長は4000キロ以上。期間は1000ミリの狂気で、全区間が非電化だぜ。メーターゲージということは JR 在来線などに近い規格の鉄道だね。各路線を紹介するぜ。まずは北線。バンコクからチャオプラヤ川に沿って北に伸びる。終点は美しいこととして有名なチェンマイだ。東北線はナコーンラーチャシーマーでウドンターニー方面ウボンラーチャターニー方面に分岐する。ウドンターニー方面の終点はノンカイだが、線路は国境のメコン川を越えてラオスのビエンチャンまで伸びている。また、ナコーンラーチャシーマーを経由しないバイパス線があるぜ。東北線の名所としてはダム湖の中を列車が走るパーサックチョンラシットダムが有名だよ。南線は半島の海岸に沿ってマレーシア国境まで伸びる路線だ。多数の支線があり、ミャンマー方面に伸びるナムトク線は大戦中に旧日本陸軍が突貫工事で完成させた歴史がある。本線はハートヤイで分岐し、パダンブサール、スンガイコーロクという2つの国境の町まで線路が伸びているが、このうちパダンブサールではマレーシアの鉄道と線路が繋がっている。マレーシアの鉄道もメーターゲージのため、国境を越える直通運転が可能だぜ。東線はカンボジア国境のアランヤプラテート方面、東北線に接続する健康医方面、リゾート地のパタヤやタイ最大の港レムチャバンに通じる海岸方面があり、チャチューンサオで路線が分岐している。隣国カンボジアの鉄道もタイ国鉄と同じメーターゲージのため、列車の直通運転が可能だぜ。タイの鉄道はラオス、マレーシア、カンボジアの鉄道と繋がっているんだね。続いて、各路線が合流する首都バンコク近郊の様子を見てみよう。バンコクには複数のターミナル駅がある。バンコクの最も有名なターミナルは都心部に近いクルンテープ駅。アーチの屋根が特徴的な投炭式ターミナルで、フアランポーン駅という通称で呼ばれることが多い。フアランポーン駅のすぐ北で東線が他路線から分岐する。その後、バンスーで南線が分岐し、遺跡で有名なアユタヤの北で北線と東北線が分岐する。かつては4路線すべての列車がフアランポーン駅を発着していたのだが、2019年に南線の分岐点であるバンスーに新ターミナルのクルンテープアピワット駅が完成。現在、北線、東北線、南線の列車は基本的にクルンテープアピワット駅が終点となり、東線の列車と北線東北線の一部ローカル列車のみが引き続きフアランポーン駅を発着しているぜ。
フアランポーン駅を発着する列車は少なくなったけど、新ターミナルができた後も駅として運営されているんだね。クルンテープアピワット駅開業時に北線東北線のドンムアンまでの区間が高架化され、同時に開業した都市鉄道レッドラインと並走する形となった。列車線と電車線が並走しているんだね。レッドラインも大国鉄が運行する路線で、日立製の電車が活躍している。ちなみに、東線と並走する空港連絡鉄道も大国鉄が運営する路線だぜ。バンコクの都市鉄道についてはこちらの動画で詳しく解説しているよ。チャオプラヤ川対岸にもトンブリー駅、ウォンウィアンヤイ駅というターミナル駅がある。トンブリー駅はかつての南線の起点で、現在は南本線やナムトク線方面のローカル列車が発着する。ウォンウィアンヤイ駅はマハチャイ線の起点となる駅だ。マハチャイ線メイクロン線は海岸沿いにバンコクの西側に伸びる孤立したローカル線で、2路線は川で分断されているが渡し船に乗れば乗り換えが可能だ。メイクロン線終点のメイクロンは線路上に商店がひしめき合う線路市場で有名だぜ。鉄道ファン以外にも有名な観光スポットだね。路線の次は大国鉄の種別について見ていこう。大国鉄の列車種別は JR とよく似ていて、特急、急行、快速、普通がある。特急は停車駅の少ない長距離列車だ。機動車特急やエアコン付き客車の寝台特急がある。優先して運行されるため遅れが少なく、サービスレベルが高いぜ。急行や快速は特急より停車駅が多い速達列車だ。エアコン付き寝台から飛空調の3等車まで様々なタイプの客車を連結した客車列車や近郊型の機動車で運行される。特急とは異なり、一部の車両しか冷房がついていないことが多いぜ。普通は各駅停車の種別で、飛空調の古い客車列車や機動車で運行されるぜ。本数はどれぐらいあるのかな？例として北線の下り時刻表を見ていこう。特急は9時5分発、18時40分発、20時5分発の3本があり、すべて終点のチェンマイ行きだ。バンコクからチェンマイまでは速達列車でも10時間以上かかるため、夜発の列車は翌朝に終点に着く夜行便で寝台車を連結している。9時発の中高便は特急型機動車、18時台発の夜行便は冷房付きの新型客車、20時発の夜行便は旧型客車での運行だ。急行は1本だけで、22時30分にチェンマイ行きがある。快速はチェンマイ行きが1本、電チャイ行きが2本運行されている。普通列車は、本線の各区間の列車のほか、支線に直通する列車やフアランポーンロップリー駅間の通勤列車が運行されているぜ。基本的に単線の路線だから列車本数は多くないけど、夜行列車がたくさん走っているのが特徴的だね。次は大国鉄の車両を見ていこう。まずは機動車。APD 型は1995年に登場した韓国大宇重工業製の機動車だ。ステンレス車体の冷房付き車両で、北線、東北線、南線の中高特急列車を担当する。2タイプがあり、もともと20型が急行用、60型が特急用として製造されたが、現在は区別せずに運用されているぜ。60型の方が車体幅が広いから区別できるね。次は ASR 型。1991年に導入されたイギリス製の機動車で、イギリスのクラス158をベースに設計されている。アジアでは珍しい英国系の車両なんだね。特急型車両で、内装はこんな感じ。全車冷房付きだ。幹線のフラッグシップ列車として20両が導入されたが、故障が多く、現在ではほとんど運行されていない。唯一残っている定期運用が土日限定の東線パタヤ方面行き特急だぜ。土日にしか会えない珍しい車両なんだね。次は THN-NKF 型。THN 型は1983年に運行を開始した日本製機動車だ。NKF 型は THN 型の増備車だが、設計はほとんど同じで共通の運用に入っている。日本でも東北あたりで走っていそうなデザインの車両だね。製造元は東急車両、日立製作所、日本車両など、キハ40系列と同時期に製造された車両であり、似ているところも多い。THN-NKF は車両数が多く運行範囲が広いため、目にする機会が多い車両だ。主に北線、南線、東線のバンコク発普通運用に入っており、メイクロンマハチャイ線はこの形式のみで運行されている。一方、東北線のノン海行き急行など長距離の速達列車の運用もあるぜ。支線のローカル列車から幹線全区間を走破する急行列車まで活躍の幅は広いね。THN-NKF 型はほとんどの車両が飛空調の3等車だが、わずかに2等冷房車もあり、急行運用を中心に連結されている。塗装パターンも何種類かある。線路市場で有名なメイクロン線では軽快色の専用塗装で運行されているぜ。飛空調3等車の車内はこんな感じ。ボックスシートのデザインは日本の機動車によく似ている。冷房付き2等車はもう少し良い座席だぜ。扇風機が日本製っぽいね。
RHN 型は THN-NKF 型の1世代前の日本製機動車だ。日本車両日立製作所で56両が製造され、1971年に運行を開始した。THN-NKF 型が各車両にエンジンを搭載しているのに対し、RHN 型は2両1ユニットでうち1両にしかエンジンがないぜ。この車両もいかにも日本製という雰囲気だね。RHN 型はもともとバンコク近郊の通勤輸送を担っていたが、現在は東北線系統のみで運行されている。ナコーンラーチャシーマー始発やブアヤイ始発の区間普通列車が RHN での運行だぜ。バンコクでは出会えない東北線限定の車両なんだね。車内はこんな感じ。THN-NKF 型と同じくボックスシートで、日本の機動車によく似ている。RHN 型は2019年に2編成がタイからカンボジアに譲渡された。カンボジアではタイ国鉄塗装のままで運行されているぜ。カンボジアの鉄道については過去動画で解説しているよ。最後に、JR 北海道から譲渡されたキハ183系を見ていこう。キハ183系はもともと北海道で特急大空やオホーツクとして運行されていた特急型機動車だ。2016年に引退したスラントノーズの初期型車両17両がタイに譲渡された。タイの工場で車輪間の変更や、ライト追加などの改造は行われたが、塗装は JR 時代と同じで、外見はほとんど変わっていない。2021年から順次運用を開始し、バンコク発の日帰り、1泊2日のツアー専用列車として運行されているぜ。臨時列車専用の車両なんだね。キハ183系の臨時列車はほぼ毎週末運行されている。運行スケジュールは公式サイトに載っているぜ。次はディーゼル機関車を見ていこう。ウルトラマンのような塗装と吊り目が特徴の QSY 型は2022年に登場した新型だ。中国駐車関所延期車製で、50両が製造された。現在のタイ国鉄の主力機関車の一つで、幹線の優等列車だけでなく貨物列車も牽引しているぜ。青と黄色のシンプルな外見が特徴の CSR 型は同じく中国駐車関所延期車製のディーゼル機関車だ。2015年に登場し貨物専用機として運用されているぜ。新しい機関車は中国製なんだね。中国製以外の機関車もいるぜ。GEA 型は米国ジェネラルエレクトリック製だ。1995年に38両が導入され、旅客貨物両方を担当している。塗装は2パターンがあるぜ。HID 型は日本製の電気式ディーゼル機関車だ。1993年に日立川中で22両が製造された。同世代の GEA 型と似た大型の機関車で、車体形状は丸い屋根や運転台下部の傾斜が特徴的だ。QSY 型の登場以前は特急列車の主力機関車であったため、新型客車に合わせたピンクと紫の塗装をまとっている。一方で、複雑な模様の旧塗装も見られるぜ。ALS、AHK、ALD、ADD 型はフランスアルストム製の機関車だ。4形式の違いは少なく、まとめて ALS 型と呼ばれることが多い。アルストム製機関車は両数が多く、1970、80年代200両以上が製造された。製造から50年近く経過した現在でもタイ国鉄の機関車で最大勢力だ。普通客車列車を中心に活躍している。ALS 型は塗装の個体差が大きく、色々な顔の車両を見られるぜ。個性が豊かだね。GE 型は米国ジェネラルエレクトリック製だ。平坦でのっぺりした顔が特徴的である。1960年代に製造された骨董品だが、現在も現役だ。駅構内の入れ替えや南線の普通列車で活躍しているぜ。古い車両だけど塗装はピカピカだね。新旧2種類の塗装パターンがあるが、新塗装は順次旧塗装に戻されているようだ。他にも、タイ国鉄は日本製の蒸気機関車を胴体保存していて、国王誕生日などの記念日に運行しているぜ。SL 臨時列車は年6回ほどあるから見る機会は多そうだね。タイの鉄道ではタイ国鉄以外の車両が走ることもある。東北線や東線ではセメント企業 TPIPL のコンテナ輸送列車が走っており、私有機関車が牽引する。また、元 JR 北海道の北斗星食 DD51 が工事用車両として活躍しているぜ。運が良ければ複線か工事中の区間で見ることができるよ。次は客車を見ていこう。2016年に運行を開始した新型客車は中国製だ。ステンレス製でピンクと紫の帯を巻いている。新型客車だけで編成を構成し、個室寝台や食堂車も含まれる。北線、東北線、南線の夜行特急列車で運行されているぜ。次は、1世代前のステンレス寝台客車。日本製や韓国製がある。リードが少なくプラグドアの一等寝台車はヒュンダイ製だ。1998年に導入されたぜ。リードの本数が多い2等寝台車は三角屋根丸屋根の車両がある。三角屋根は日本製、丸屋根は韓国製だ。日本製は東急車両製や日立製などがある。韓国製車両の一部はもともと ADR 型の中間車として製造されたため ADR 型と同じデザインだぜ。
車内はこんな感じ。向かい合わせの座席から2階建ての寝台に転換できるぜ。寝台はスペースが広くて快適そうだね。次は日本から譲渡された客車を見ていこう。元ブルートレイン客車の14系24系は2004年、2008年に JR 西日本から譲渡された。紫の塗装に塗り替えられ、チェンマイ行きの北線夜行列車で運行されていたが、2016年に一旦定期運用から離脱した。その後、塗装は赤帯に変更された客機の波動用車両として使用されていたが、2024年7月からはビエンチャン方面の国際列車に連結されているぜ。定期運用が復活したんだね。車内はこんな感じ。シートは赤のビニールに張り替えられているが、綺麗な状態を保っており、日本語も一部に残っているぜ。大切に使われているようで嬉しいね。元ブルートレイン客車の一部は臨時列車用の貴賓車に改造されている。また、2024年8月にはブルートレイン客車を種車とした観光列車、ロイヤルブロッサムが登場したぜ。日本から譲渡された客車は譲渡から20年近く経った今でも活躍しているんだね。他にも、最近は運用機会が減っているが、車椅子対応のドアを取り付けた12系客車もいるぜ。次は飛空調の2等3等客車を見ていこう。小豆色、緑色の車両があり、どれもかなり年季が入っている。製造国は様々だが、多くは日本製かタイのマッカ産工場製。古いものでは車齢50年を超える。国鉄の旧型客車と似た雰囲気があるね。車内はこんな感じ。座席が木造の車両もあるぜ。こんなレトロな車両が今でも現役なんだね。3等客車の中でも変わり種の車両が、オーストラリアのクイーンズランド鉄道から譲渡されたステンレス客車だ。東線普通列車の一部に連結されていて、車両長が短く車高が高いのでよく目立つ。両開きのドアがあるが現在は塞がれており、両端に新たに設置されたデッキから乗降できるぜ。日本以外の譲渡車両もいるんだね。他にも、食堂車や荷物車、郵便車など、色とりどりの旧型客車が見られるぜ。タイの旧型客車、奥が深そうだね。タイ国鉄以外が所有する客車もある。南線の南端ではハートやイクアラルンプール間の臨時列車が運行されることがあり、マレーシアの客車がタイに乗り入れる。さらに、南線では時折、タイマレーシアシンガポールを通る豪華クルーズ列車、イースタン&オリエンタルエクスプレスが運行されるぜ。興味を惹かれる臨時列車が多いね。車両についての解説は以上だ。ここからは実践編。タイ国鉄の列車の乗り方について解説するぜ。快速以上の優等列車は座席指定制で、冷房車や寝台は早めにチケットを買わないと満席になってしまう。チケットは駅の窓口だけでなく、オンラインで購入することが可能だ。タイ国鉄の公式サイト、D チケットやアプリで簡単に列車を検索できる。ラオス方面など国際列車も予約可能だ。支払いには日本のクレジットカードが使えるぜ。ちょっと重いのが気になるけど、使いやすいデザインのサイトだね。発券画面がチケットの代わりになり、印刷は不要だ。タイ国鉄の駅には改札がないことが多いが、車内改札はしっかり行われる。ちなみに、普通列車には座席指定がなく、当日駅で切符を購入すれば乗れるぜ。続いて、タイ国鉄の駅の様子を見ていこう。タイ国鉄の駅は最近建て替えが進んでいて、旧タイプと新タイプがある。旧タイプの駅は改札がなく、ホームは出入り自由だ。また、ホームは高さが低い。一方で、新タイプの駅は広い待合スペースがあり、ホームに上がる前のゲートで列車ごとに改札が行われるためホームには乗客しか入れないぜ。ホームの高さが駅によって違うんだね。そうだぜ。タイ国鉄の車両のドアは2種類のプラットフォームに対応した改造が施されている。バンコクのターミナル駅は、フアランポーン駅が旧タイプ、クルンテープアピワット駅が新タイプの駅だぜ。クルンテープアピワット駅は自由にホームに出入りできないんだね。タイは王国であり、駅には王族の大きな写真が飾られていることが多い。また、大きな駅では決まった時間に国歌が流れ、全員起立する決まりがあるぜ。タイ国鉄の駅では昔より列車の案内が充実してきており、モニターで列車の到着するホームや遅れ時間を確認できる。ちなみに、一昔前はタイの列車といえばほとんど帝国通りに走らないイメージがあったが、最近は新ターミナル駅改良や路線改良、ダイヤ改善のおかげで遅延はかなり少なくなってきているぜ。昔より少なくなったとはいえ、長距離列車は今でも1時間以上遅れることがザラだから、余裕を持って予定を作った方がいいね。タイ国鉄では一部列車に食堂車がついていて、車内で調理したタイ料理を食べられる。食堂車がない列車でも、車内販売が頻繁に回ってくるので食事には困らないだろう。定番のガパオライスやパッタイの他にも、バミーヘーンや地元名産のお菓子などが売られているぜ。初めて見る食べ物もあって面白いね。飲み物も売られているが、車内での飲酒は禁止のため、酒は売られていないぜ。
冷房付きの車両は清潔感があって快適だが、冷房が効きすぎていることが多いので長い時間乗車する際は上着が必須だ。一方、暑いタイで非冷房の列車に乗るのは苦行のように思われるが、走行中は風が入ってくるので意外と耐えられるぜ。レトロな飛空調客車で昔ながらの列車旅を楽しむのもいいね。タイの列車で注意が必要なのが僧侶専用スペースだ。仏教国のタイでは僧侶は優遇されていて、この区画には一般人は入れないぜ。次はタイ国鉄の今後の展望について解説していくぜ。タイ国鉄のバンコク近郊区間は2020年代に入ってからクルンテープアピワット駅改良で大きく変化したね。そうだな。クルンテープアピワット駅の巨大な駅舎はタイ国鉄の列車本数を考えればオーバースペックにも思えるが、さらにホームが2階建てになっていて在来線ホームの上に新路線が新たに乗り入れるスペースが確保されている。新路線とは、東北線に並走する形でバンコクからラオス国境まで伸びる標準機の高速鉄道だ。標準機ということは、メーターゲージの在来線とは異なる規格なんだね。そうだぜ。高速鉄道は中国規格で建設されており、電化路線で最高速度は250キロとなる予定だ。ラオス国境から先は2020年に開通済みの中国ラオス鉄道を経由して中国の鉄道網とつながる。バンコク近郊を中心に工事は進んでおり、バンコクナコーンラーチャシーマー間は2028年頃の開通を目指しているぜ。中国規格の鉄道はラオスでは順調に運行されているようだし、タイでの運行開始も楽しみだね。東北方面以外でも北南東方面の高速鉄道が計画されているが、現時点ではまだ着工されていない。タイでは中国の影響力の拡大を警戒する声もあるため、新幹線など中国以外の規格の高速鉄道が採用される可能性もあると思うぜ。新幹線車両がタイで走る様子もぜひ見てみたいね。在来線に目を向ければ、北線の電チャイから分岐しラオス国境まで伸びる支線が建設中。2028年の開通を目指しており、完成すれば鉄道でチェンライに行けるようになる。他にも、南線などで複線化工事が進んでいて、列車のさらなる速達化が期待されるぜ。隣国への国際列車も今後さらに充実する予定だ。2024年にはラオスのビエンチャンにタイの支援によって新ターミナルが完成し、東北線経由のバンコクビエンチャン間国際列車が毎日運行されるようになったが、南線のマレーシア方面でもかつて運行されていたバンコクバターワース間国際列車を復活させる動きがある。さらに、東線方面も、2019年に国境を越え区間の鉄道が再開通しカンボジア国内の線路修繕が進んだことで、バンコクプノンペン間の国際列車を運行可能な状況になっているぜ。カンボジアの鉄道でも近々キハ183系の運行が始まることだし、両国のキハ183系が国境を越える可能性もあるかもね。日本からの車両譲渡についても大きなニュースがあり、つい最近、JR 東日本秋田地区のキハ40、48型20両がバンコク近郊のレムチャバン港に到着した。今後はマッカ山工場で改修工事を行う予定だ。どの線区に投入されるかが注目されているぜ。最も年季が入った気動車の RHN 型を置き換える可能性もあるね。今回の動画はここまで。旅情たっぷりのタイの鉄道。興味が湧いた人はぜひ実際に乗りに行ってほしいぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。